街を形作る文化と人々の息遣い、深い森の神秘と安らぎ。台湾は旅する心を引きつけてやみません。皆様こんにちは。今回の旅ではまず台中市内の観光スポットや夜市を巡りました。その後、世界三大登山鉄道の阿里山森林鉄道に乗り阿里山を観光。翌日は阿里山を回り、夕食を台南で食べて、そこから台北に戻ります。またこの旅行でお得に行くために使った台湾パスの情報も入っています。ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。旅のスタート地点は台北の桃園空港です。台湾に来るのはこれで2回目。前回は台北を回ったので、今回は台中や阿里山に向かいます。そこで使ってみたのがこの台湾パスです。観光のための交通チケットなどの中から自分に合ったものを選び、お得に購入することができるとのこと。今回選んだのは桃園空港と台北駅の電車の往復券と、台湾の新幹線、台湾高速鉄道の3日間乗り放題券、阿里山森林鉄道の片道切符の3つです。これをもとに今回の予定が組まれています。台北に向かうために早速台湾パスを使って往復チケットをゲットしましょう。改札横のカウンターで QR コードを提示します。カード型の往復チケットをもらい、改札を通ります。普通電車に乗って約50分。台北駅に到着しました。地下1階にある台湾高鉄の窓口。ここで台湾パスとパスポートを提示して、高速鉄道の3日間乗り放題券をもらいます。事前に2回分の指定席を取り、その後は自由席を使って移動する計画です。準備ができたのでホテルに移動し、次の日に備えます。台湾高鉄の改札です。乗り放題券とパスポートを見せてゲートを通ります。こちらが台北から台南まで最速およそ90分で結ぶ台湾の新幹線。速いだけでなく乗り心地も快適でした。高鉄台中駅に着いたら台湾鉄道に乗り換えます。案内表示に従って新宮里駅へ。台湾鉄道の台中駅に移動します。この高鉄から台鉄への移動は何回かありました。無事に到着。台北からは約1時間半かかりました。荷物はロッカーに預けました。まずは駅周辺の観光スポットを回ります。その後ホテルにチェックインし、台中最大の夜市ホイジャー夜市方面に向かいます。ちなみに台中は台湾で人口第2位の都市で、台湾人が最も住みたい都市にも選ばれているそうです。タピオカミルクティー発祥の店、春水堂。その本店がこちら。店内とてもいい雰囲気です。左がタピオカミルクティーで、右はお茶をシェイクしたシェイクティーです。ミルクティーに入っているプロの仕込みでできたこだわりの新鮮なタピオカは弾力があり、歯切れがよく、普段飲んでいたものとはやっぱり違いました。シェイクティーはシェイクによってまろやかさが際立ち、紅茶の香りとコクを堪能できる一品です。朝食も食べました。こちらは干し豆腐に香味野菜の香りがとても合う一品で、少し東南アジアのスパイスカレーの雰囲気もありました。ウーシャンフェンが効いた混ぜ麺はうまみが強く、海苔の風味もよく、満足感のある味わいでした。
春水潭から歩いて15分のところに台中公園はあります。日本統治時代の1903年に作られ、台中の中で最も歴史ある公園です。池の上に建てられている湖心亭。1908年に台湾南北を結ぶ鉄道の開通の祝賀会が行われた際に建設されました。中から見えるゆとりある風景に上品さを感じます。ここは鳥たちにとっても憩いの場所のようでした。園内では数種類の鳥を見ることができ、その動きを眺めているだけでも楽しめました。鳥と一緒に餌を探しているのは台湾リス。モフモフの姿を近くで見ることができます。台中公園はきれいに整備された景観だけでなく、生き物にも出会うことができ、長居したくなる場所でした。街中に突如現れる巨大な関羽の像。パワースポット台中南天宮で運気を上げましょう。ここでは勝負事や商売繁盛にご利益があるとされている関羽が祀られています。さらにここ、なんと6階建てとなっていて、他にも多くの神様が祀られています。学問や恋愛成就にご利益がある神様など、皆さんの推しの神様が必ず見つかるはずです。特に金運アップに関するものがよく見られました。なんと床にも貨幣のモチーフがあります。その他、触る場所でご利益が変わる牛やハート型の絵馬も。皆さん本当に真剣にお祈りをされていました。僕のお願いも神様に届いたでしょうか。昼ご飯を食べる場所にバスで向かいます。直接行くバスの時間が合わなかったので、一度台中駅で降ります。そこから歩いて10分。台中で外せないというグルメスポット、第二市場に到着です。観光客はもちろん、地元の人にも愛されているこの場所。賑やかでローカル感あふれる雰囲気は、訪れるだけでもテンション上がります。まずはルーローハンの有名店に並びました。周りの人を見習ってお茶を飲みながら待ちます。持ち込みも OK でした。これが名物のルーローハン。インパクトある見た目です。肉はほろっとしていて、味もよく染みています。脂身が多いように見えますが、ご飯と合っていて意外とさっぱり食べられました。一緒にタケノコの酢の物を頼みました。食感もよく、酸味が口の中をリフレッシュしてくれるのでぴったりでした。次は人が並んでいるのを見かけたので、こちらの店に入りました。混ぜ麺は香味オイルと麺が絡み、そぼろは少量でも味が凝縮されていて満足感が強いです。スープはコクがあるのにあっさりしていて、つみれは弾力があり食べ応え抜群でした。食べ物でも雰囲気でも台中の食を堪能できる場所でした。駅に戻る途中に有名な宮原眼科に寄りました。
入ってみると外とは雰囲気がガラリと変わり、思わず声が出るほどでした。かつて日本人の宮原医師が実際に眼科として使用していた建物をリノベーションしてできたこちら。この空間を楽しむために多くの人が訪れます。特に人気なのがアイスクリームだそうです。長い列があったので入りませんでしたが、多くのフレーバーが選べるようでした。ワッフルボールの上にアイスが乗せられ、可愛く美味しそうでした。その他店内にはおしゃれなお菓子やお茶など、お土産として喜ばれそうなものがあちこちに置いてありました。その後ホテルにチェックイン。台湾鉄道の宇里駅から徒歩で10分ほどでした。室内は清潔で快適に過ごすことができました。次の場所にはホテルからウーバーで向かいます。その後夜市で夕食を食べます。この旅でどうしても訪れたかった台中国家歌劇院。建築家伊藤豊雄さんが設計した劇場です。独特な曲線で構成され、建物自体がアート作品のよう。内部はカレノイド曲線と呼ばれる複雑な曲面で構成されており、柱を使わずに空間を支えています。建設は非常に困難だったようで、延期が重なりおよそ9年の歳月がかかったとのこと。歩いていると空間自体が動いて形を変えているかのような不思議な感覚になります。また6階にはスカイガーデンと呼ばれる屋上庭園があります。ここにも曲線を生かした構造物が点在し、高層ビルとの対比が近未来的な景観を生み出しています。またよく手入れされたカラフルな花や緑の芝生が美しく、静かで穏やかな時間を楽しむことができました。館内には台湾のアーティストによる作品が並ぶギャラリーもあります。ここでは作品の鑑賞だけでなく購入も可能です。台湾の食や文化をめぐる旅の中でアクセントとなる興味深い場所でした。劇場の前からバスに乗り夜市に向かいます。台中最大の夜市、ホイジャー夜市です。大学前の商店街から始まり、現在は地元の人たちも含め観光客も多く訪れるそうです。まず食べたのはかきオムレツです。一般的な形とは少し違うようですが、たこ焼きのような感じで卵と牡蠣の相性が良く、スパイスが味を濃くしていて美味しかったです。こちらも屋台の定番、もち米の腸詰めにソーセージを挟んだホットドッグです。袋の下の方を握り食べていきます。見た目の通り味はがっつり系、ニンニクもよく効いていて満足感が強いです。続けて胡椒餅を購入。外はパリッと中はしっとり、スパイスがとても感じられるのに加え、薬味のネギやごまの香りも良かったです。またグリーンマンゴーという見慣れないフルーツがあったので挑戦しました。味はマンゴーらしさがある一方で、ライムのような風味、酸味も感じて美味しかったです。さまざまな台湾を発見した一日になりました。翌朝、高鉄台中駅を出発、阿里山を目指します。しかし朝から激しい雨が降り続く天気になっていました。
それでも経由地の鍵に近づくにつれ雨は止んだので、この状態が続くことを祈りながら向かいます。台中を出発しておよそ30分、鋼鉄鍵駅に着きました。ここからバスに乗り台湾鉄道の鍵駅に移動します。2番の出口を出てすぐ右にバス停がありました。阿里山森林鉄道の駅は台鉄の鍵駅に併設されています。バスに乗ること30分。無事に到着。ここから歩いて駅の正面口に向かいました。ここは台鉄の改札のようでしたが、阿里山に向かうことを伝えると中に入ることができました。橋を渡って反対側にあるホームに到着。そこから右に向かうと阿里山森林鉄道の鍵駅に着きました。一旦外に出ることができたので駅前を歩くことに。鍵の名物ジーローハンのお店が朝の9時から開いていたので入りました。電車内で食べるお弁当をゲットです。台湾パスのアプリで鉄道のチケットの QR コードを提示して再び中に入りました。そして車両の到着です。阿里山森林鉄道は日本統治時代の1912年に開通した山岳鉄道で、台湾唯一の森林鉄道として知られ、現在は観光用として運行されています。台湾パスを使って予約できるのは2号車の2、4、6、8、10、12番の席。60日前から予約することができるようです。いよいよ列車が出発。実はこれまで台風などの影響で一部区間が通れなくなっていましたが、2024年7月6日、15年にわたる復旧工事を得て全線が再開通しました。列車は鍵駅を出発し、標高2216メートルの阿里山駅を目指して登っていきます。ゆっくりと進む列車のリズムに身を任せていると、自分自身が山を登っているような感覚になります。お弁当を食べて気分も上がります。阿里山森林鉄道では霧が発生しやすい地域を通過します。特に標高が高くなるにつれて霧に包まれることが多くなります。この日も辺り一面が霧に包まれていて、雲の中を走っているような感覚になりました。鍵駅を出発しておよそ2時間半。列車は途中の奮起湖駅で1時間ほど停車します。ここは阿里山森林鉄道の中間地点、標高1403メートルに位置しています。昔ながらの商店や食堂が並び、レトロな雰囲気が漂っています。名物の奮起湖弁当が有名で、皆さんここで食事をとっていました。奮起湖では地元の特産品やスイーツが販売されています。特にドーナツのような揚げ菓子が人気で、多くの観光客が購入しています。揚げたてのドーナツは外はカリッと中はふんわり、素朴な味わいが旅の疲れを癒してくれます。スイッチバック方式の登山路線であるため、この後列車は一進一退しながら山を登ります。列車は前進と後退を繰り返すスイッチバック方式で急勾配を登ります。一旦止まると今度は前方にあった景色が離れていきます。鍵駅から阿里山駅の間にはスイッチバックが3カ所あります。また二万平駅でもおよそ10分ほど列車を降りることができました。標高2000メートルを超える地点にあるこちら、
ダイナミックに動く霧がゴツゴツした山肌を覆っていく様子が見られて、とても神秘的でした。嘉義駅を出発しておよそ5時間、阿里山駅に到着です。また駅は阿里山国家森林遊楽区内にあり、この区域への入場料も台湾パスに含まれています。そしてここからは新北線や祝山線といった支線も出ています。観光客が多く訪れるこの場所には特産のお茶を売る店やホテルがあります。今回泊まったところはこちら。阿里山のホテルの中では比較的安く泊まれる場所でしたが、想像よりも部屋は整っていました。ただ少し壁が薄いようで、音が気になる方には向かないかもしれません。ホテルで一休みした後、散歩に出かけました。台湾では珍しい高山帯の針葉樹林が広がる阿里山。中でもヒノキのベニヒや台湾ヒノキが有名で、樹齢1000年を超える巨木も点在しています。森の中のトレイルは比較的歩きやすいよう整備されている一方で、木々が床から出ていたりと、木の間を縫って歩いているような感覚を楽しめました。途中にベンチもあったりと、森の中でゆったりとその自然を体感することができます。阿里山受珍宮は古くから林業関係者の信仰の場になってきました。自然の中に突如として現れる鮮やかな色合いのこちら。それが意外にも阿里山の神秘性と相まって荘厳さを増していると感じました。トレイルを進むにつれ、木々は霧に包まれ、森のとても深いところまで来たかのようでした。そして小さな吊り橋を渡った先には、推定樹齢2300年を超える福徳万古樹が見えてきました。阿里山でも屈指の古木として知られていて、永久に変わることのないことを意味する万古不朽の象徴として名前が付けられました。そこからさらに進むと、不思議な姿をした木がありました。こちらは1500年以上前に朽ちてしまった木の上に新たな木が育ち、さらにその朽ちた上にまたも木が生えるという3世代の木々が一箇所にある珍しい巨木だそうです。こうした阿里山の木々の姿は、生命の形の多様性を伝えてくれているかのようでした。その後は戻って夕食に。イノシシの炒め物は味付けがしっかりで、疲れた体に元気をくれます。鶏の唐揚げはスパイスやハーブが効いていて、台湾の風味が強いです。エビの炒め物は旨味がとても感じられました。翌朝午前4時、20分発の始発電車で祝山駅に日の出を見に行きます。チケットは前日のうちに阿里山駅のカウンターで購入しました。駅を出発して25分。台湾で最も高い標高2451メートルに位置する祝山駅に到着です。
駅前にはご来光が見られる展望台が整備されていたほか、出店も並んでおり、朝から賑やかな雰囲気でした。そこからさらに歩いて10分ほどの場所にある小笠原山関係台に向かいました。山並みが何層にも重なる雄大な景色にかかる霧、まるで水墨画のような幻想的な光景です。雲に覆われることが多い阿里山。この日も太陽が隠れてしまっていました。それでも隙間から太陽の光の筋が浮かび上がる美しい風景を見ることができました。日の出の後、森は柔らかい光で満たされて輝いていました。その雰囲気を存分に感じたくなり、帰りは電車に乗らず歩いて戻りました。朝食会場は駅の近くにありました。お皿いっぱいに盛られた台湾らしい料理を食べてエネルギーを補給します。一度ホテルに戻り、少し寝てから向かったのは慈雲寺です。日本統治の時代、ブッダが教えを説いたとされる両樹仙に阿里山が似ていたため創建されたそうです。また中には藤棚もありました。光が当たった花びらが風に揺れ、きらめきとともに藤の香りも感じられ、とても優雅なひとときが過ごせました。爽やかな木漏れ日の中を歩いていくと、阿里山森林鉄道の駅新北駅に着きました。駅の横にある巨大な倒木、樹齢3000年を超え、かつて神木として扱われていたことから駅名の由来となっています。1956年に落雷で損傷し、1997年に倒壊しましたが、今でも聖なる木として敬われているそうです。また駅の近くには山の湧き水が流れる川があり、涼やかな気持ちになります。トレイルの途中にはこんなものも。こちらの切り株、豚に似ていると言われていて、実際に見たときは思わず笑ってしまいました。姉妹潭は阿里山を代表する景勝地の一つです。ある姉妹にまつわる伝説が名前の由来で、その悲しい恋物語にちなんで恋愛成就のスポットともなっているそうです。また中央には小さな東屋が建てられています。穏やかな時間を過ごしながら、阿里山の豊かな自然と長い歴史、そしてその中に台湾と日本のつながりが確かにあったのだと思いを巡らせました。阿里山の滞在はこれで終わり。帰りはバスに乗り、鋼鉄鍵駅に行き、そこから夕食のため台南に向かいます。今回バスのチケットは乗車時に購入しました。バスが予定よりも10分早く午後4時に駅に着いたので、4時16分の新幹線に乗りました。およそ20分で鋼鉄台南駅に到着。改札を出て左に行き、台湾鉄道に乗り換えます。無事台南駅に着きました。荷物は駅のロッカーに預けます。早速お店に向かいました。まず1軒目はこちら。ジーローハンを注文。鶏の肉感が強いのに加えて、ご飯にかかった出汁がと
てもジューシーで美味しく食べられました。サイドメニュー3品の味付けもよく、個人的にはレバーがしっとりしていてとても美味しかったです。2軒目はこちら。箸で持ち上げるのが難しいほど大きなちまきを食べました。中にはたけのこ、干しエビなど8種類の具が入っていて、ボリュームと相まってもはや丼物に近い感覚でした。イカスープは魚介と野菜のうまみと甘みが溶け出していて、何度でも食べたくなる味です。最後はこちら。名物のタンツー麺は麺とスープ、具材のバランスがとてもいい上品な味わい。生たけのこは少しシャリッとした食感でみずみずしく、マヨネーズやニンニクソースがよく合います。この日もたくさん歩いたので美味しいビールが飲めました。わずか2時間程度の滞在でしたが、ご飯が美味しくとても満足できました。台南の食という次回訪れた時の新たな楽しみを見つけて台北に戻りました。今回の旅はここまで。台湾の魅力の多さと知るとさらに知りたくなっていく興味深さを強く感じました。台湾パスは今回の旅程ではお得に使うことができ、またチケットをそれぞれ手配することの煩わしさがないのもいいポイントだと思いました。ご参考になればと思います。